面白いでしょ、撮ってて、映画作ってて。最初の一番笑ったのはその男凶暴好きで不老者を子供が殴るってなって、その不老者の役の人が刺激かなんかの人らしくてね、すごいやっぱり映画好きらしいんですよ。そしたらもう入れ込んできて「子供がバカバカ殴りますから剣道の道具とかいっぱい用意しておいたの、段ボールとか。そしたら「いやもうそれじゃリアル感出ませんよ」とか言ってリハーサル3回ぐらいやってボコボコやったら3回目に「すいません剣道の道具入ってください」ってだんだん今度は気膨れしてきちゃって痛くてしょうがないようになっちゃった。ああいうの面白かったな。役者さんも面白いし。この映画のいろんなねおかしなことを話してたら、もうまとめたら大真面目だけどおかしなことしてるね。本当にそういうのをこう全部集めたら本当におかしいよ。いや助監督の人に話聞くといっぱいありますね。過去についた監督のそのお笑い話っていうのはもう気合い入っちゃって看板にキュー出してる人とか看板でカメラで「よーいスタート!」っつって看板にキュー出してた人とかね、隠し撮りで怒鳴りすぎてみんな振り返っちゃったとか「隠し撮りよーい!」っつってみんな見ちゃったっていう隠し撮りとか何でもなくなっちゃったとかいっぱいあるんですよ。ポンポン蒸気を撮ったんですよ。隅田川にポンポン蒸気っていうのがあってね、でそれの中のあれを撮ってるわけで、浅草へ着いてまた戻ってくるわけよ。で何回もそれ来ると一人の親父がねそこへ着くと表へ出ていくわけ。「ダメだよ君」って「座ってんの」っつってでまた行って浅草へ行くとその親父立ってくる。いや座ってりゃいいんだよ、立たないでいいんだよ。だから後で調べたら本当のポンポン蒸気だと思って乗った人なんだよ。で浅草に着いたから一日降りられないわけで、嫌おなしに言うからね。で後でねもう大笑いと同時に気の毒なことして一日さ乗っかったままで。なんかねそういうおかしな話はたくさんあるね。大真面目でやるんだからね。大体おかしなことしてんだから。僕がね最初助監督になった時に困ったんですよ。何でもない人がさ「よーいスタート」って言うとなんかやるでしょ、急に泣いたりおかしくってね、困ったよ。でもその時はノーマルだったんだよね。今の方がアブノーマルなんだよ、そうやらせてて平気なっていうのが。最初本当に困ったね。おかしいんだもん。だって急に何でもない人がさ「よーいスタート」って言うとさ急になんかするっていうことが。そういうことなかった？まあそういうようなシーンもないね、あんたの写真はね。ごく自然にやってるから。サーフィンの時は実際の大会やらして大会で勝手に進行してるんですよ。で52カットをやってる間にカメラ持って走り回ってるんだけど、こっちが走ってるんだけど助監督も走ってきてカメラマンのチーフも来てるんだけどカメラが来てないのにもう構えてるわけですよ、みんなで「はい」っつったらカメラマン何もないんですけど、向こうでカメラの下のとこハーハー言ってるんですよ。砂浜だからもう疲れちゃってもう倒れちゃったりなんかしてるわけ。ふともう撮ったってまた走っていくとね、いつも後追っかけてね笑ったねあれ。間抜けであんまり間抜けで、ただ5人ぐらいが走ってるだけでね、後ろの方にカメラが走ってるだけなんだ。いつも遅れてるわけで結局撮りたいと思うがいつももう終わっちゃったんでまた向こう行って向こう終わっちゃってるわけだからおかしかった。だからごく自然な感じで出てるよ。あそこ素敵だよ。ああはなかなか撮れないよ。ああいうの難しいんだよね。一生懸命努力していっぱい考えていい絵だと思って映画で流すとスッと流れてしまいますよね。例えば10秒のカットだってそれが結構ショックな時ありますね。相当こう客の反応見るとこうやって見てるだけで何にも感じてねえなと思ったら波がいいんだけどといろんなこと思ってるんだけど全然分かってくんないっていうかさ、一生懸命料理したやつをポッポン食われたみたいなさ、なんか味わいを少しっていうのがあってさ、全然そういうのはしょうがないんだろうけど。変なものを取らなきゃなんないからね、時々変な苦労するよ。今度はお笑いやろうかなと思ってるんですけどね。映画お笑いをやろうかなと思ったんだけど、お笑いって意外に本職の部分でしょ。
ギャグとか、自分の商売だからちょっと勇気いるんですよ。でなんかそれをごまかす方法ないかなと思ってね、本当は違うギャグがいっぱいあるけども今はこれなんだっていうごまかしたい的でやろうかなと思って。今しかし本当に喜劇が少ないでしょ、で昔はたくさんあったけど喜劇の方が悲劇よりずっと難しいんだよね。いや僕もねなんか喜劇をやりたいと思うんだけど難しいね。今笑ってくんないんですよね。一発の昔の例えばその人に伴従さんに「アジャパー」っつって言ってくれたらこうやってカメラを向けて「アジャパー」っつっただけでこっちに笑ってくれるっていう時代じゃなくなっちゃったんでね、結構辛いんですよね。だから今座頭市をやろうってずっと思ってたんですよ。で座頭市は要するに必ず娘連れてきて親分なんか囲まれて親分来て「さあ娘さん行きましょう」って言って終わりなんだけど、座頭市目見えないんだから切り合いになって娘も来ちゃうわけで、親分だけ一人残っててで親分の手引で帰っていくっていうねさあ娘さん行きましょうと親分が「はい」なんて声色使ってたりですとこれはエンディングとしては面白いなと思ってたんだけど。それは面白いよ。それはだけど「座頭市」っていう映画をみんな見た人だから人で成り立つことで、いきなり座頭市でそれやったら何やってんのこの人になっちゃうんで。でもね僕にはとてもケーキ取れないから取ってくださいよ。あれ普通の目の見えない人にしたら大笑いなんですよね。変な娘さん助けてその庄屋っていうかお店の旦那のとこ行って「娘をどうもありがとうございました」って「本日は何もできませんが」って言ってもう家が貧乏なもんでってたくあんとご飯座頭市で食べてるこっちは豪華な食事したって分かんないわけだから全然分かんないわけで「いやもうこれで私は十分です」なんて「とにかく申し訳ございません」ってこっちはものすごい格好して食べてたっていいわけで、そういうのがなんかおかしくてしょうがないんだけど、水戸黄門も控えって言う前に切られちゃうと印籠も出す前に終わっちゃってるから印籠落としちゃうともう単なるじいさんになっちゃうとかそういうのとか、なんかそういうのをやろうかなと思ったんですけどね。それは知ってる人はおかしいね。もうひっくり返って笑うよそれは。なんか座頭市がよくサイコロバクシーで壺振りかなんかで「じゃあ私半」とかなんか言って見えないわけだから「半」ってかけて半が出ても周りの人が「長だ長だ」って「また負けてしまいました」ってどうして私弱いんでしょうかって言うんですが分からないだけだからだからそういうのをやろうかなと思ってたんですけど、大地僕なんかそういうこと考えられないよね。いやこれは面白いよ、それはそういうのをね考えてるんですけどね、結構ね考え出すと止まんなくなっちゃうんですよ。それでね妙な話で夜中にそんなこと考えてるでしょと寝られなくなっちゃうでしょと夜中に起きちゃって明け方までずっと考えてるんですよ。そしたら考えてることはお笑いなんだけど顔はこんななって考えてると自分のが一番面白いななんで俺こんなに明け方までこんなこと考えてるんだろうと思って。いや大地ねそんなこと僕ら考えられないからね。やっぱりそれ素質ですよそれは。いや今後はたけしさんの喜劇を期待してなんか早く終われ終われって言うんでとりあえずここで一回切らせてください。どうもありがとうございました。お話はぜひ続けていただきたいと思います。ちょっと困りますけど。さあ紅茶でも飲みましょうか。それとも一杯やりますか。いやさあどうもご苦労様でした。どう